はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴いただいてありがとうございます。下條理香です。今回は私のズボラダイエット生活2ヶ月目結果発表と、私がダイエット2ヶ月間で心がけていること3つお伝えしたいと思います。まず最初に、私がやっているゆるいズボラダイエット生活、なるべく毎日ストレッチや、軽い運動はする、週に 2,3 回まとまって運動をする、あと食事面は、なるべく夕飯は早めにとる、なるべくだったら5時前までにとって次の日の朝朝食をとるまで15時間16時間、インターバルを取る、この2つ心がけて生活していました。まず1ヶ月目の復習から。ダイエットを決心した初日、体重は 119.1 パウンド、54キロ。自分でだいたい思っていた体重よりもだいぶ重かったので、これはまずいとダイエット生活を決心しました。そして1ヶ月間、今言ったなるべく運動すると食事のインターバルを取るという、この2つだけ心がけて1ヶ月生活をしました。そして先月、体重は 116.8、53キロ。そしてそこからまた1ヶ月同じような生活をゆるっとしてきまして、結果は114.5。だいたい52キロ、51.93632キロ。イエーイ、また着実に1キロのダイエットに成功しました。パチ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 。イエーイ。そしてこちらがビフォーアフター、初日の写真、あとは1ヶ月目の写真。こちらだいぶ差があるので、すごいこれは変わったなと、やった成果あったなっていう感じだったんですけど、そしてこれが1ヶ月目終わった時と今日の2ヶ月目終わった後、どうでしょう。まただいぶ変わりましたでしょうか。朝写真を撮った時はなんか前回ほど感動はないなみたいな、どうなんだろう、変わったかなと思ったんですけど、こうやって見るとだいぶ変わりましたね。縦線、お腹の線がだいぶまた深くはっきりしてきたのと、あとはちょっとくびれがはっきり、結構キュッとしてきたんじゃないでしょうか。現在50歳になりまして、だいぶ消費も衰えてきたかなと思っていたんですけれども、毎日コツコツやることでやっぱりきちんと体はこのように変化をしてくれました。ありがとう自分。やれば年齢に関係なく、ゆっくりではあるけれども着実に体は変わってくれます。ダイエットっていうのは長いお友達、仲良くしていきましょう。私がこの2ヶ月間ダイエットをしてきて心がけていること3つお伝えしたいと思います。まず1、ハードルは低く、無理はしない。ダイエットって聞くとやっぱり無理していろいろ我慢して大変辛いっていうネガティブなイメージがあると思うんですけど、ダイエットってさっきも言った通り長いお友達って考えてください。長いお友達とは辛かったら一緒にいたくないですよね。無理をせず楽しんで続けるにはハードルは低く、例えば毎日腹筋100回絶対毎日やるとか、100回スクワットやるとか、もうおやつは絶対食べないとか、今までの生活と180度変えるようなことをやっちゃうともう絶対続きません。なんか私も
結構ダイエットは若い時からずっとやってきて、若い時はもうリンゴ1個ダイエットとか、毎日キャベツしか食べないダイエットとか、無理なことばっかりやってきたんですよ。でも根本の生活から変えない限り絶対またリバウンドしちゃうんですね。もうその生活をしている時はいいんですよ。キャベツだけ食べてたりリンゴだけ食べてる、1週間3キロ痩せたとか、例えば5キロ痩せたとかしたとしても、また普通に食べる生活、普通に飲む生活とかしちゃったら、普通に3キロ5キロすぐまた元に戻っちゃうんですね。ということは、ダイエットっていうのは特別なイベントじゃなくて生活習慣なんです。ということは、毎日楽にハードルが低いことを乗り越え、そして達成感を得て、それが習慣化されるっていうことなんです。長いスパンで考えてください。長いスパンで、半年1年スパンで考えて、自分の生活習慣を見直していったとしたら、それはもう二度とリバウンドはしない生活になります。無理をして毎日100回スクワット、筋肉痛で3日目に挫折、どうですか？経験ありますよね。挫折した自分が嫌いになる、自己肯定感下がる、またバカ食いする。そうなんです。痩せる生活習慣を手に入れるためにはハードルは低く、無理をしない、それが第一条件。そして2番目、体重は気にしない。散々何キロ痩せましたとか言ってた割には、体重って見た目分かりますか？なんかスカウターみたいにつけてて、パッと見た時に、あの人49キロ、あの人52キロ、この人60キロって分かんないですよね。そう、体重は言わなきゃ分かんない。でも見た目ってどうですか？ダイエット生活を始めて1ヶ月過ぎたぐらいの頃に、初めて会った人に言われました。あれ、なんかスポーツやってるんですか？そう、その人は私がすっごいスポーツしてるって思ったみたいです。めっちゃ引き締まってますねって言われました。でも私、家でだいたい2回か3回1時間ぐらい軽く運動してるだけなんです。でもその人はすっごい感動してました。それぐらいでもこんなに締まるんだったら私もやろうかなって。そうなんです。見た目はすぐ分かってくれます。他人の評価だけじゃないですよね。スカートのサイズ変わったな、 M から S になったとか、体の変化、見た目の変化、体重じゃありません。そして体重は前の日の食べたもの、塩分、水分、あと便秘だったりとか、あと女性だから好きなものとかありますよね。そういうもので何もしてないのにアップダウン結構するんです。その度に、あれ、なんで昨日全然食べてないのに体重また戻ってるとか、体重に惑わされて一喜一憂してたら長続きできませんね。あと特に40代50代中年期に入りまして、筋肉量が減ってくるこの年代、食事、体重だけ気にして運動しないとか、筋肉量どんどん減っていきます。筋肉がなくなっていくと、この肌の表面どうですか？ちょっとシワッとなりますよね。筋肉がある程度あって張りのある体を保つ、それが若さを保つ秘訣になります。筋肉つけるとちょっと体重が重くなるとか、そういうのを気にしている人もいるかもしれません。そう、筋肉は脂肪よりも重いんです。だから体重を気にするよりも筋肉量を気にしてください。筋肉量が増えればカロリーの消費も増えて、さらに痩せる体にもなりますし、ぜひ体重よりも筋肉気にしてください。はい、3つ目、毎日自分を褒める。褒めるとそうなっていくメソッドです。
皆さん自分のこと好きですか？どうでしょう。私は毎日毎日自分を褒めて褒めて褒めまくっています。今日も笑顔が可愛いねとか、今日も運動できて偉いねとか、自分で思い浮かべた理想の自分っていうのに近づけるようにモチベーションを自分で上げていくっていうことです。そうすると不思議とそうなります。自分で自分のことを好きなところを教えてあげましょう。そしてもっともっと自分のことを好きになってあげてください。そうすると自分に対してのモチベーションが上がって、さらにダイエットに対して前向きになっていきます。毎日自分に向き合ってると、自分に何が必要なのかとか、自分にどういうものが合ってるのかとか、自分を知ることができます。自分を知るっていうことは、次へのステップへの道しるべを自分で探していくっていう作業なんですね。そうだから最初何も分からず、とりあえずいろんなよくあるダイエット方法をトライしてみていいと思うんです。その中で自分に合ったダイエット方法を探す。それは自分のことを見つめないと探せないので、ちゃんと自分と向き合って、これは合ってる合ってない、ちょっと挑戦してみて、それを探してみてください。そしてちょっとでもできたらそれを褒めて伸ばしていってあげましょう。それがダイエットを成功させる秘訣であり、リバウンド、また元の生活に戻らない秘訣でもあります。ここまで3つ。ハードルは低く、あと体重は気にしない、あと自分を褒める。この3つ、私が2ヶ月のダイエットで心がけることお話ししていきました。なんか聞いてて私もやれそうだなって思った方、ぜひ一緒にダイエット生活してみましょう。そして私もこのダイエット生活全然苦じゃないので、また来月私の3ヶ月目の結果発表楽しみにしております。あといろいろエクササイズ動画も出していますので、よかったら一緒にエクササイズして来月またお会いしましょう。最後までありがとうございました。